皆さんこんにちは、なおみです。今日は私がオーストラリアで嫌いなこと、前回好きなことやったんですけど、今回は嫌いなこと5つを話していきたいと思います。まず1つ目、サービスがいい加減なこと。これは日本と比べちゃいけないなって思うんですけど、やっぱり日本のサービスは素晴らしいって思います。もう本当にこっち、例えばケーブルのインターネットに最近変わったばっかりなんですけど、つい最近までオーストラリア ADSL しかなかったんですよ。こう接続がねカットされちゃうんですよ。接続が良くなくって、その度にプロバイダーに電話をして、こういう状況なんですけどって言って、分かりました、じゃあ何日にサービスを送ります。でももしそれがあなたのこのアパートの中での不具合、例えばモデムがちゃんとセットされてなかったりとか、そういうのだったら何百ドルかかりますからいいですねみたいなことをまず言われて、で分かりました、もうこっちで全部チェックして、こっちは問題ないって思ってるので来てくださいって言ってお願いして、そのプロバイダーの人がそのサービス業者に連絡をして、そのサービス業者っていうかインターネットの会社がインターネットプロバイダーに連絡をして、インターネットプロバイダーのお兄さんが来てくれるんですけど、それが例えば午前中に行きます、8時から12時の間ですで来ませんでした。で連絡して来なかったんですけどって言うと、いやもうで、なんかこのビルの外付けになってるやつだけチェックして、それが問題だったから帰ってって何の連絡もくれなかったとか、そんなしょっちゅうあります。例えば連絡待って1日来なくって、で結局こっちから連絡したら、いや前の仕事が立て込んでて行けなかったから明日でいいとか、こっちは仕事も休んで1日家で待ってたのに、そんなこととか平気でありました。と多分観光とかで来たらすぐ分かると思うんですけど、ローカルのねお店とか行っちゃったり、例えばカフェとか食べ終わって払うでしょ。例えばお店入って物買いたくてレジの前で並んでます。店員さんとその私の前のお客さんが毎日来るような常連さんで、すごい喋ってて、もう5分ぐらい私後ろでもうボーって、私も後ろからこう人の肩越しにこうやってまだですかみたいな感じで見なきゃいけなかったりとかすることもあります。でさらに言えば、なんかこれはもう超いい加減だなって思ったんですけど、私が使ってる銀行があるんですが、そこである日お金を引き落として、でそれをカウンターから送金しなきゃいけなかったんですね。で外の ATM、 その銀行のある通路側の ATM でまずお金を下ろして取りました。でそれをそのまま持ったままこう中に入って、カウンターで行列ができてたんですけど、そこに並びました。その間に念のためと思ってこう下ろした金額を数えたんですね。そしたら200ドル足りなかったんですよ。で私と思って、なんで200ドル足りないのと思って、すぐパッて戻ってったら誰かがお金を拾ってたんですね。で私そのおばあさんがお金を拾ってるのを見て、嘘でしょ、まさかそれ私のと思って、でも私しっかりその ATM の出し口から全額取ったし、そんなことがありえないと思って、ですぐカウンターに戻ってお姉さんに事情を説明したんですね。で外にもねちゃんとカメラがついてるので、もしかしたらなんかこう私が全部撮って、でその後に撮ってすぐ並びに中に入ったんだけど、その200ドルがもう一回後からバッて出てきたのかもって、そのガシャってこう開いてる口からピッとお金がニョキってこうやってこんな感じでニョキって出てくるんですけど、これで最初何百ドルか出てきて、でそれが閉まらないうちに私取ってそのまま行っちゃったんですよ。でその後にもう一回200ドル出てきたのかなと思って確認してほしいって銀行のお姉さんに言ったんですよ。そしたら、ごめんね、でもなんか今銀行側でチェックしたら200ドルっていう差額も出てないし、こっちにね引き込まれたってこともないみたいだし、こう1回出て誰も取らないと1回入っちゃうんですよ。だからそれを言ってるんだと思うんですけど、
ないし、あのカメラも私たちじゃ見れないのって言うんですよ。私それでと思って、じゃあ何のためのカメラなんだろうっていうのが思って、で私その後ちょっともうしょうがないからもうそこでは何もできないっていうんで、もうちょっとプンプンに怒ってたんですけど、そのお姉さんのせいでもないし、もう帰ってもう速攻その銀行の本社にメッセージを、こういう状況でっていうクレームをしたんですね。なんでカメラがついてないのに見てくれないんだ。でもしその機械が一度にその私が指定した金額を出さなかったんだったら、それはそっちのせいなんじゃないかっていうのを言ったら、その$200返ってきました。最後は万々歳だったんですけど、本当にクレームとかにね慣れてない人とかだったりしたら、痛い目見ますよね。そういうので日本だったらもう一生懸命探してくれるし、きっとカメラも見てくれるだろうし、もういろんな意味で対応してくれるんじゃないかなと思って、結局は良かったんですけど、お金も全部戻ってきたし、ってことはきっと多分その ATM 一回こう何百ドルか出して、で私が取った後に残りの$200を出してきて、それを誰かが取ってしまったかしたと思うんですよ、多分。いや、これは本当に戻ってきてよかったなって思ってます。2つ目、エンターテインメントが少ないかなって思うところですかね。自然が好きなのでそこまで嫌ではないんですけど、やっぱり毎日ビーチ行ったり毎日公園行ったり、なんかちょっとおばあちゃんみたいな生活になっちゃうので、たまにはなんかね、どっか例えば日本だったら横浜ランドマーク行ったりとか、ディズニーランド行ったりとか、あとちょっとドライブしてね、隣の県とかだらご当地の名産物とか食べれたりとか、例えばラーメン博物館とか、そういうテーマパーク的なものとか、あと買い物にしても、いろんなところ行けば行くほどいろんな違うお店があったりとかすると思うんですけど、もうほんとこっちそういうのがほぼなくって、映画館はあったりボーリングもほぼないけど、1個2個あったりとかするんですけど、基本的にどこの街に行っても同じデパートだし、どこのお店行っても同じブランドのお店だし、なんかもうやることが飲むことだけだから私みたいにお酒を飲まない人にとってみればちょっとたまに飽きちゃうかなっていうところが2つ目です。で3つ目、これは言わずともがななんですけど、物価が異常に高いこと、これ違うビデオもでも多分話してると思うんですけど、もうオーストラリアの物価というか家賃が異常に高い。シドニーでお家を買いたいってなったら最低1億円はします。多分メルボルンはちょっと低いかもしれないけど、メルボルンもそんな感じです。で例えばパースとかケアンズとかアデレードとかキャンベラとか行ったらもうちょっと低いと思うんですけど、あと人口が少ないのでやっぱりそういうとこ行っちゃうと仕事も限られてきてしまうっていうのもありますので、どうしてもみんな都市に住みたがるんですね。私もそうなんですけど、そうなるとやっぱり物価が高くて一番すごい嫌だったのは、私すごい人見知りで日本でも結構人見知りしちゃう方なんですけど、シェアハウスに最初入らなきゃいけなかったことがすごい嫌で、最初初めてオーストラリア来て初めて自分でお家を探した時に、もうシェアハウスが当たり前だよっていうのをエージェントの人から聞いていて、で本当は一人のお家、日本のワンルームみたいなところでもすごい小さくてもプライベートがあるところが良かったんですけど、こっちはもう物価というか家賃が高すぎて、もうシェアハウスにしか入れなかった。私お金持ちじゃないので入れなかったっていうのがすごい嫌でした。でも今となってみれば自分の英語の上達にもつながったし、もう人見知りとかも少しずつねこうやって慣れて克服していくこともできると思うので、いいかなっていう、一人で寂しくなかったかなっていうのはありますけど、やっぱり
シェアハウスだといろいろあって、前住んでたところとかだと他に3人いたんですけど、1人男の子、他2人女の子で、この男の子と1人の女の子がもうすっごい仲悪くって、いつも喧嘩してて、私は両方とも仲良くって、でそれでいつもちょっと私も気まずかったりとかして、で結局みんな出てっちゃったんですけど、なんかそういうこと揉め事とかもあるので、そうですね、シェアハウスはこういいこと悪いこと両方あります。とにかく家賃が高いのがすごい嫌です。で4つ目、今は少しマシになったんですけど、インターネットが遅いこと。さっきも話したんですけど、1ヶ月2ヶ月ぐらい前までこのエリア ADSL しか通ってなかったんですね。で最近になって国が建設した NBN っていうケーブルインターネットに徐々に変わってきてるんですけど、もう最初来た時はシェアハウスで ADSL でもう誰かが使っていっぱいダウンロードしちゃってると、私の方パソコンがすごい遅くって、もう急いで調べたいことがあったりとかアップロードしたいことがあったりしても、なかなかパソコンが動かなかったりとか、インターネットが遅いせいでっていうのがもう多々ありました。もうインターネットの遅いのってもうすっごいイライラすると思うんですよ。もうすっごいイライラいつもしてて、でしかもすぐ切れる、サービス読んでも来ない、なんかそういうのもいろいろあって、インターネットサービスがすごい悪いのが嫌いでした。今はもうだいぶよくマシになりましたけど。5つ目、紫外線がすごい強くて、で気候も乾燥していること。これも地域によるんですけど、南のキアンズの方とか行けばもうジメッとしてて、蚊とかもすごいでかくって、ゴキブリもすごいでかくって、ジメッとしてるけどすっごい暑い、もう日本の夏の紫外線が強い版みたいな感じになるんですけど、こっちの方は紫外線がすごい強いのにすごい乾燥してるんですよ。なんで外行って喉乾いてカラカラしてるんだけど、先ほども言ったんですけどビーチうち近いんですね。ですっごい暑い時はビーチ行くんですよ。私住んでるところが古いアパートで、もともとエアコンないんですね。ですごい最近建てられた新しいアパートとかはエアコン付きなんですよ。だけどこういう感じの今時じゃない普通のもう昔ながらあるアパートがいっぱいあるんですけど、私のエリアにもだいたいエアコンディショナーはついてないです。なんでかっていうと、冬もそこまで寒くないし、夏もすごい暑いけど、乾燥してるから耐えられなくはないっていう感じなんですよ。でもやっぱり耐えられなくなると、40度とか超えて耐えられなくなると海に行くんですけど、この海の水がもう多分20度ぐらいしかなくって、20度切ってるぐらいしかなくって、すっごいいつも冷たいので心臓が止まりそうになるんですけど、それで海にジャボンって入って、また砂場でねこう体を温め直すんですけど、もう乾燥して火が強いので、もうこう黒くなるスピードがやばいです。年なので皮膚がん、紫外線が強くって乾燥してるのっていうのはすごい肌に良くないと思うので、それが嫌ですね。いつも気をつけてます。いかがでしたか？今回は私がオーストラリアであまり好きではないこと、ちょっと嫌いなこと5つを話してみました。別のビデオでオーストラリアの好きなこと5つも話しているので、ぜひそちらも見てみてください。ではまた。